皆さんこんにちは、犬です。今回はコメント返しおめでとう。この剣道ドッグチャンネルがついにチャンネル登録者数1万人を達成しました。日頃から動画を見てくださったり、コメント、いいねをしてくださったりしている皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。まだまだこれからも動画作りなど頑張っていきます。ご一緒に剣道を楽しんでいただければ嬉しいです。よく聞きますよね。支えてくださった皆さんのおかげでとか、応援してくださった全ての方々に感謝をとか、聞き馴染みのある定型文のようで、こっちの耳からこっちの耳に言ってしまう方も多いかもしれませんが、言っている側は本当にそう思ってるんです。例えば僕は日々いただく多くのコメントに支えていただいております。全てのコメントに返信をさせていただいておりますが、ものすごく長くなってしまったなと思ったり、文字ではうまく伝えられないなと感じたりしています。そこで今回から一つ一つの動画にいただいたコメントに対して動画でも答えていきたいなと思います。全部というわけにはいかないんですが、そこはご了承ください。今までにいただいたコメントは約700件ほどありまして、改めて全て読み返させていただきましたが、いただいたコメントは全て僕にとっては宝物です。動画の中では一部しか取り上げられないことをお許しください。今回の動画では今日に至るまでの第一歩、一つ目の動画にいただいたコメント、そして一つ目の動画ではないんですが、2件だけコメント欄で返しきれなかった内容があり、動画で返すとお約束したものがありますので、感謝の気持ちや考えを皆さんと共有できたらいいなと思います。それでは行ってみましょう。剣道はゲームだというタイトルのこの動画、初めてアップした動画です。椅子も座椅子で、机もちゃぶ台みたいな机で、声もなんか張りがなくて、編集も今より上手じゃないけど、気持ちや考えは変わっていません。これに対していただいたコメントからスタートしていきます。まずはこちら。やばい。稽古したくなる動画ありがとうございます。初めての動画だったので、自分の考え方が見てくれる方に受け入れてもらえるかどうか、それ以前に見てもらえるんだろうか、そういう不安がある中で、こういう言葉をかけてくださる方がいて、本当にありがたかったのを覚えています。まだ登録者0から10人ぐらいでしたからね。コメントでありがとうございますって言ってくださる方非常に多いんですが、皆さんすごいなって気づかされるんですよね。コメントをしないで通り過ぎるっていうのがほとんどだと思うんです。でもありがとうございますって伝えてくださるということは、役に立ったよって気持ちを伝えようとか、撮影準備ご苦労様とか、そういうところまで考えを巡らせてくださってるんだなと。コメントをしてくださる方がもし仮に1ぐらいのつもりでコメントしていたとしても、僕には100ぐらいに感じられました。それは今も変わりません。ありがとうございます。おかげさまで頑張ることができています。僕の動画の視聴者さんは皆さん本当に温かくて、たくさんこういったコメントをいただいております。一つ一つが力になっているということをこの場でお伝えさせてください。続いてはこちら。子供が以前より調子を落とし、試合に出ても空回りの連続でメンタルが落ちていましたが、この動画の考え方で気持ちが楽になり、調子が上がったようです。感謝しかありません。ありがとうございます。ありますよね、調子を落とすこと。空回りっていうのもめちゃくちゃよくわかります。やろうとしていることとか、これまでうまくいっていたこととか、少しずつ噛み合わなくなっていって、ひどくなるといつの間にか噛み合わないのが普通になってきちゃったりして、試合するたびに自分ってダメだなと思い続けるようになってきちゃったり、恥ずかしいと思ったり、もうどうせダメだろうみたいになんとかしようってあがく気力もなくなってきてしまったり。でもここを乗り越えることができたら、自分をコントロールできるようになるんです。剣道だけじゃなくて、勉強も人間関係も仕事も。だからこういう時期が訪れている人はチャンスと思いましょう。今までできなかったことができるようになるんだから、剣道も人としても強くなっちゃいます。僕が思うに大事なポイントは3つ。1、開き直ること。
2、原因を一つずつ潰すこと。3、自分だけは自分を信じること。1、開き直ること。やばい、どうしよう、なんとかしなきゃ、こんなはずじゃない、じゃなくて、まあ今の自分はこんなもんだ、焦ってもすぐできるようにはなんないし、今自分にできることの 100% をぶつけて、それでもダメならしょうがない、これが今の実力なんだから、こういう風に考えましょう。ダメな時はとことんダメなんで、今の自分はいろいろ足りてないからこうなってしまっているんだと認めるところからスタートしてみましょう。周りと比べるのに意味はありません。そんなにみんな人のことなんて気にしてません。励ます以外の目的であなたの負けを数えてわざわざ何か言ってくる人が近くにいるなら、その人は暇です。自分と向き合いましょう。2、原因を一つずつ潰すこと。良くない原因は必ずあります。当たり前のようですが、そこを克服しないと良くはなりません。原因が間合いの取り方なのに、いくら素振りしたって良くはならないです。胃が痛いのに腕に湿布貼ってもダメでしょ。胃薬を手に入れないと。スランプはいつか勝手に過ぎて本来の調子を取り戻すというものではありません。何かを変える、意識することで調子を落とす前よりも強くなるんです。原因が必ずあります。慌てずに一つずつクリアしていきましょう。いっぱい直すところがあっても一気にやらない。一つずつです。意外と一つ直すだけで劇的に良くなったりすることもあります。あと、失敗してもうまくいくまで諦めないで苦しみながら頑張り続ける姿は美しいです。周りからはそう見えます。3、自分だけは自分を信じること。失敗するのを見て、ほらねっていうのは簡単なんですよ。だって失敗の方が多いんだから。だから他人の目や評価は気にしすぎないで、原因を一つずつクリアできるように稽古を頑張る。トレーニングを頑張る。イメトレをする。この先に必ず今よりもできるようになっている自分がいますから、どんなに今がひどい状況でも必ず自分ならそうなると信じ込めるかが鍵です。試合場に立って分析して判断して体を動かして竹刀振るのは自分ですから、他の人マジで関係ないですから。自分を信じること、信じられる自分を作っていくっていうことですね。こういうのを楽しんでいきましょう。次はこちら。37歳でリバケンを始めて、昔を思い出しながら若い選手の真似をしようとし、熱心に頑張りましたが、結構肩を傷つけました。全て年のせいだとか思ったりし、大学生からずっと休まずやってたらよかったなぁと後悔も何回もしました。剣道ドッグさんのこの動画を見て、自分の年に合う剣道、ただ強い選手の真似をしたい気持ちより、できないところは補完しながら自分の持ち味を磨いていきたいです。強い人よりも自分の剣道ができる人になりたいです。ありがとうございました。37歳で剣道を再開されたと。いいですね。今このチャンネルを見てくださっている方は、剣道をされている方か、剣道に興味を持たれている方がほとんどだと思うんですけども、もう仲間ですよね。何歳とか全然関係ない。強いとか弱いとか一切関係ない。僕のチャンネルに登録してくださっている1万人みんな仲間。嬉しいですよね。こうやって剣道をまた始めて感想を語り合えたり、お互いにどこかで頑張ってたり、強い選手を真似るのも楽しみ方の一つ。自分のオリジナルを磨いていくのも楽しみ方の一つ。ぜひご自分の目指すところに行けるように僕も頑張りますので、一緒に頑張って楽しんでいきましょう。次、やる気にさせてくれる動画ありがとうございます。小学3年生の娘なのですが、打突力が足りなくて内が軽いと言われます。打突力をつけるにはどういう練習をしたらいいでしょう。小学3年生。まだついこの前生まれたばっかりですね。可愛らしいけどもう立派に、真剣に剣道に向き合う仲間ですね。打突力は基本ができていて、体が成長していくにつれて自然と打突力がついてきたり、強く打とうと思った時に打てるようになってくると思います。今の時点で強く打つことを課題に置いて練習していること、もっと言うと課題を意識して練習していること自体が大変素晴らしいことだと思います。大切なことですが、そこだけにとらわれてほしくないなと思います。小学生の時期はゴールデンエイジと呼ばれる時期なんだそうです。いろんな感覚が身につきやすい時期で、大人に比べて思った動きがすぐできるようになっちゃうみたいなスペシャルな時期なんだそうです。ここで得た感覚は大人になっても続くとか、せっかくいい時期なんで
もしこうやって頑張っている子が近くにいましたら、周りの大人の皆さんには、例えばうちが弱いからダメとそこしか見ないのではなく、いろんな動きを経験させて、できるだけ多くの感覚を獲得させてあげてほしいなと思います。うちの強さは頑張っていれば後からついてきます。頑張って応援していますよ。はい、ここからは最近いただいたコメントで動画でお返事しますと伝えさせていただいたものです。文字ではちょっとうまく伝えられない気がしたので、では行ってみましょう。いつも楽しく拝聴させていただき感謝しています。引き技のトレーニングを毎日少しずつ実践して、先日部内試合ですが初めて引き面で1本が取れました。先日顧問から試合のイメージトレーニングをしておけと言われましたが、上手い人の動画を見たり自分の動画を見たりしますが、具体的にはどういう風にイメージするのがいいでしょうか。中学2年男子。はい、今時の中学2年生は拝聴などという言葉が使えるんですね。国語の授業で謙譲語をしっかりと習ってきたんでしょうね。素晴らしい。楽しくとか感謝、僕にとって嬉しい言葉もしっかりと入れられていて、非常にコミュニケーション能力が高そうですね。引き技のトレーニング、毎日少しずつ、素晴らしいですね。知っててもやるかやらないか、ここが大きな分かれ道ですからね。行動する方を選ばれて素晴らしいと思います。いきなりはできるようにならないんですよね。こうした努力が実を結び始めてきたんですね。一本にできる感覚がつかめれば、ここからどんどん応用していけますからね。引き技の動画でも言いましたが、できない人が多い部分なので、大きな差になってあなたの武器になると思います。ありがとう。さて、具体的にどういうイメージをすればということに、僕なりの考え、割と簡単なやり方をお伝えしたいと思います。あんまり詳しくやりすぎるとだいぶマニアックになってきちゃうんで。使う材料は、参考にしたい選手の試合動画、自分の試合動画、攻めの動画前編、攻めの動画後編、得意技の動画です。まず攻めの動画前後編を見て、攻めってこういうイメージだなっていうのを思い出します。続いて参考にしたい選手の試合動画を見ます。この時に1本になったシーン、惜しい技が出たシーンを中心に、その技の前後を見ていきます。上手い選手の動きを頭に残すだけでも稽古の中で自分の動きが変わってくるので、見るだけでも有効です。そこにさらに僕が出している攻めの動画で ABC の考え方を理解できると、この選手が A で何をしているか、B の相手の反応は何か、C で何を狙っているか、これが見えるようになってきます。これ見えるようになってくると超楽しいんですよ。うわ、この選手たまたまじゃないわ、狙ってやってるな、これすごっ、上手だな、よし僕も私もみたいにイメージを膨らませることができます。続いて得意技の動画を見ます。その後で自分の試合動画を見て、うまくいっている点を確認します。その試合に出てこなかった自分の得意な技や場面は書き出しておくとよりいいです。攻めの動画の前後編、得意技の動画の考え方に照らし合わせて、自分の良い動きを頭の中で細かい部分までイメージして、手、足、体を動かしてみましょう。僕ならそこから竹刀を持って外に出て、広い公園などに行って動きの練習をします。参考にしたい選手の動き、自分の得意なパターン、そのパターンを外れた時に瞬時に対応する動きの練習などです。応援しています。頑張ってください。最後になります。毎回応援コメントをしておりますが、私もぜひ犬先生に YouTuber のナンバーワン取ってほしいです。わかりやすさ、実力、姿勢の美しさ、実質、すでに多くの解説動画の中でクオリティナンバーワンだと思います。質問ですが、講談の先生に対して引き技の是非はどのように考えるのが正しいでしょうか。私自身はなんとなく失礼というような気がしてしまい、講談の先生に対し基本は引き技を使わないようにしていますが、考え方のアドバイスをいただけると幸いです。いつも嬉しいコメントありがとうございます。この方はいつもすごく褒めてくださるんですよ。前に動画が消えちゃった時も改めてコメントをし直してくださったりして、ありがとうございます。そうそう、いつも犬先生とか師匠とかね、
皆さんがお好きなように読んでいただければ僕は嬉しいんですけど、ただ僕は自分のこと先生だとか教える立場というような風には考えていないので、そのつもりだけ皆さんにお伝えしたかったです。僕は僕の考えを発信していって、その中で誰かの役に立てていればいいなと、ただそれだけのことなので、オープニングも変わっちゃったけど、剣道教室じゃなくて研究室にしてたでしょ。一応そういう意味というかニュアンスが含まれていたんです。共感していただけることがあったりして、愛着を込めて先生などと思っていただくことは皆さんの自由ですからね。全然嫌とかでもないですし、ただ動画の中で皆さんに対して教えてやろうみたいな、そういう感覚でも立場でもないということだけお伝えさせてください。呼び方はこれからもご自由に皆さんにお任せいたします。さて、講談の先生に対して引き技を打つことの是非、ここについて僕の考えをお話ししたいと思います。なんとなく失礼に感じてしまう。これよくわかります。ただ結論、失礼ではないのだと思います。僕は稽古をお願いする相手によって意識することを変えています。例を少し紹介すると、自分より技量の低い相手との稽古の場合は、なるべく相手の強い部分で勝負、稽古をするようにしています。対等な相手との稽古では、試合を意識した稽古、課題を意識した稽古、駆け引きを楽しむ稽古、講談社、高齢の先生との稽古では、駆け引きを楽しむ稽古。ざっくり言うとこういう感じです。自分より技量の低い相手に対して気持ちよく打ちまくってどうだってしても、今の僕には何の意味もないですし、また高齢の先生をスピードや体力で打ち負かしても、そんなのは意味がないと思っています。だからこのように使い分けます。ですが、講談社の先生方は長く剣道に向き合い鍛えてこられた方々だと思います。こちらが課題にして取り組んでいることをぶつけさせていただくのは何も問題ないように思います。しっかりぶつけさせていただけばアドバイスもいただけますからね。引き技は機会が重要なんです。スピード勝負だけでなく、講談社の方は機会を捉えるのが上手なので、引き技の仕掛け方なども上手なはずです。ただ、不快にさせてしまう気がするとか、遠慮してしまうなと感じる場合には、別に無理に打たなくたっていいと思います。構え合ったところでの駆け引きで学ばせていただいて、対等な相手や自分より技量の低い相手との稽古の中で課題を持って引き技を磨いていってもいいと思います。これからもコメントをお待ちしております。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画でのコメント返しということでやらせていただきました。初めにも言ったんですけど、今回ご紹介できなかったコメントも全てありがたく受け取らせていただいております。1万人という節目を迎えられたこと、皆様に感謝をしながらこれからも頑張っていきます。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。